おはようございます。たかしです。本日は3月31日金曜日、ただいま7時44分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは冷やしからです。昨日の冷やしは陽線、ここのところ連続陽線で強く上昇してきてますね。しかも陽線のサイズが比較的大きいというところも強い上昇を表してます。現在は緑のこの三角持ち合いを上抜け、そしてそこからの次の上昇というところを見ておきたいところ。まずはここ直近ずっといろいろヒゲが出てきている部分に現在いるんですね。この赤いラインと重なっているのでちょっと見にくいんですが、164円ぐらい今の現在地付近なんですが、この辺っていうのは過去何度も上髭が出ている部分、そしてここですね、この長い上髭見えますかね、ここですね。次意識されてくるのはこのポイント166円ぐらいですね。この辺が次は意識されてくると考えますので、現在はそこを目指して上昇中です。ただ、今三角持ち合い上抜けてきたので、一旦どこかで戻しをつけてくると思います。この三角持ち合いの上限に戻すような動きですね。その上限付近までしっかり戻ってくるかどうかわかりませんが、一旦の調整の下落をしてもおかしくない。そんなタイミングには今来ておりますので、日足のストキャスティクスも高値圏ですよね。ですので、ここからの上昇についていくのは優位性がありませんので、一旦の調整を待ってからの、つまり一旦の調整下落を待ってからの次の上昇に乗っていくっていうのが良さそうです。なおかつ本日金曜日、そして月末、そして年度末というところで方向感のない分かりにくい動きですね。ここのところずっと円安で進行してきております。本日も円安になるかどうかは分かりませんが、月末特有の動きっていうのがありますので、そこに巻き込まれないようにしていくことが大切です。そしてできれば月末はトレードを控えていただいた方がいいんじゃないかとは考えてます。では4時間足です。4時間足はオレンジの平行チャンネルの中で動いてきてます。そして現在はその平行チャンネルの上限付近に近づいてきました。今一旦止められたのはこの辺の過去の高値が意識されているんですね。この辺り。ここは先ほど日足で言ってました上髭がいっぱい出ている部分ですね。ですのでこの辺が今意識されて一旦止められましたが、おそらく平行チャンネルの上限付近までは一度タッチしに行くと考えますので、今はそこを見ておきたい。ただ、現在地から平行チャンネル上限まで上昇する可能性はあるんですが、その平行チャンネルの上限届かずに下落していくということもあります。今、日足のストキャスティクスは高値圏でしたよね。そして4時間足のストキャスティクスも高値圏というところで、ここからの上昇に乗っていくのではなく、一度大きめのしっかりした押しをつけてからの次の上昇に乗っていきたい。ただ、ポンド円あまり押しをつけずに上昇するかもしれないんですよね。こことかそうですよね。ちょっとこれ邪魔なんでどけます。こことか、押し浅くて上昇しているじゃないですか。1時間足で見るとそれなりの押しはつけてるんですけれども、しっかりした4時間足単位での押しをつけてくれることがなく、このトレンドが強い時っていうのはこういう小さく小刻みに上昇していくっていうことも考えられますので、先ほどの日足の三角持ち合い上限っていうのが今4時間足はこの水色のライン付近になるんですが、この辺ぐらいまで押しをつけてほしいんですけれども、そこまで下がらずに、この例えば4時間足の平行チャンネル高値圏で横となってからの次の上昇になったりだとか、そういうことも考えられますので、まずは押しをつけた時にそこからの次の上昇っていうのをフィボナッチラインで、探していくみたいなことをしていくのがいいと思います。ただ直近では4時間足ストキャスティクス高値圏にずっと張り付いてますので、やはりこの過熱感を一度解消しに行ってほしいですね。なので GMMA 付近までは下落してほしいかなと。値幅調整ができないのであれば、この GMMA が上がってくるのを待つ。つまりこの辺で現在地付近でレンジを組むみたいな動きをすると、その底から拾っていくというようなことができると思います。では1時間足です。先ほど4時間足で引いていた矢印、これなんですけどね、これ直近のこの上昇、3月24日の安値から、そこからの上昇の高値、3月28日の高値に引いた矢印をそのまま移動させるんですね。そうすると次、3月の28日の安値から直近の高値までと見たときに、ちょうどこの矢印の先端で今引っかかっているの分かりますよね。これ N 値なんですね。ですのでその N 値を現在達成して、そこで一旦停滞している感じです。で、ここからもう一伸びできるのかどうか。ただもう一伸びしてもすぐ4時間足の平行チャンネル上限があります。現在地ですと 164.8 ぐらいというところになりますので、あまり値幅がないんですね。値幅はあるんですけれども、ポンド円にしたらあまり値幅がないということで、ここからの上昇を狙っていくのは危険だと思います。先ほど4時間足でも言いました
がストキャスティクスは高値圏、一時監視もそうですよね。そして一時監視の MACD はもう完全に方向感を失ってますので、いつ下落してもおかしくないような雰囲気にはなってきました。ですので本日上昇するかもしれませんが、その上昇の流れに乗っていくというよりは、今高値圏にいますので、ここからの次の下落の兆しがあれば、その流れに乗っていくのがいいのかなと。おそらく調整の下落をそろそろしてくると思います。ただ、今、基本的には上昇トレンド中ですので、その根拠のない逆張りっていうのは危険です。そのまま上に担ぎ上げられますので、そうではなく、下落の兆しが見えたのであれば、根拠を3つ以上揃えて、次、そこからのショートエントリーっていうのをしていかないと、今思いっきり上昇トレンド中ですので、そこは注意ですね。ただ、この下落に関しては短期的なものというよりも、どちらかと言いますと、中期的な感じになりますので、短期的には押し目買いですね。現在のこの上昇トレンド、強い上昇がありますので、押しをつけたところは買っていく。そして短く利確をしていくっていうのがいいと思いますが、今高値圏にありますので、もしかすると大きめのズドンという下落が起こる可能性もありますので、そこは注意しながら、デイトレレベルですと下がったところを買っていく。でも高値圏なので、中期的には下落していくと思いますので、次はその下落の流れに乗っていけると、期待値の高いトレードができるかもしれませんね。ただし本日は金曜日というところで無駄トレードは禁止の日ですので、無理のないトレードを心がけられるといいですね。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら応援をお願いします。皆さんの応援がより多くの初心者の方へこの動画をお届けすることにつながります。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップでは初心者の方向けの丁寧な解説動画を毎週1本更新しています。トレードの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。また初心者ではないけど安定して勝てないという方はポストプライムのプライム会員をおすすめしています。こちらは YouTube のメンバーシップと違って2週間の無料期間があります。プライム会員価格は徐々に値上げを予定してますので、少しでも気になる方はお早めの行動がお得です。今登録すれば値上げ後も今の価格が適用されます。ぜひ無料期間を有効にご活用ください。詳細は概要欄にあります。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。